こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート8始めていきます。さあ、村上位もいよいよ最終盤。強敵が連続しますよ。最初の相手は恐竜かブラキだ。このデータだとブラキ自体初戦闘だね。肉質は頭に対し打撃が不利な形。もうこの格差にも慣れてきたな。ただ、ブラキとハンマーは多分相性悪くありません。この子はスタン耐性が低めなので。スタンプがほぼ頭に当てられないのは辛いですが、振り上げる系はハマりそうですね。問題は、この狂った速度についていけるかだ。できれば石使って速攻解除したいんだけど。まだ石がレベル1なんですよね。解除には少々手間取ります。以前、ブラキ140のハンマー TA で少し勉強しました。恐れずにスタンを狙いましょう。ハンマーの TA ってどれも芸術。一エンタメとして超おすすめだよ。まあ、樹海 TA だと立ち上がりが通常クエと違うが、ある種の正解を学べるからね。お、何やらテクイスタンの入り方しましたね。角に引っかかりましたか。ここ、例の TA を意識して振り返し攻撃を使ってます。これ、モーション値60と意外と優秀みたいで。回転まで行ったらホームラン一択だと思ってたけど、これだけ威力あれば隙の埋め方としてあり得るね。起き上がりへのホームランもバッチリ決まった。これはなかなかいい初動なのでは。意外とブラキいけるかもしれませんね。上位後半の強敵ラッシュ、不安だったんですが。村クエはこの辺で急速に敵が強くなります。ハンマーじゃなくても大変なところです。流れとしては回と一緒だけどね。上位の恐竜過去体となるとまた話は別。とにかく確実に、だけど貪欲に殴っていこう。恐竜化に防戦では押し負ける。取り急ぎはうまく解除できるといいんですが、石足りるでしょうかね。なかなか解除できんが、攻撃自体はそれなりにうまくいってるんだが。ため中の爆破は範囲的にしんどいですが、頭を狙う機会はそれなりにありますね。ホームランの軌道的に頭にしっかり当てやすいです。だんだんモンスターごとの相性が見えてきてます。この武器、意外な相手に好相性だったりするのかな。今のところレビオスが一番良かったけど。ガルルが、ブラキも感触としては悪くないが、さすがに体験には遠く及ばないが。スキルが充実してきたのも大きいかもですね。やっぱり耳栓は大正義でした。方向は決まったモーション繰り出してくれるからな。絶好のホームランチャンスだ。んなこと言ってたら解除成功。石の使用は2回目だが十分だ。このサブタゲ、今の段階で達成するの難しいですが、ハンマー君もなかなかやりますね。スクアギルに邪魔されてるのが何とも言えませんが、通用してるのが目に見えて安心します。なんかこの実況、要所で安心してばかりだな。それほどハンマーへの期待値が低かったのかも。チャークがなかったり、弱い時代はメインだったんだけど、ほんとモンハンは作品によってブレるな。4K のハンマーはちょっとかわいそうな立ち位置ですけどね。周りの環境に影響されまくってるだけなので。先ほど TA を見てると言いましたが、体験コンチャークあたりと明らかにタイムが違います。他一桁分なのに、ハンマーは11分とかね。いや、その他にも恵まれない武器種はあるけど、オンラインでは他武器と同居もしづらかったし、とんでもない冬の時代だぜ。これで火力があればまだ良かったんですけどね。今作は頭の前にすら居場所がありません。結局、弱るまでに13分かかりました。そこまで特攻でもなかったようです。まあ、途中でしれっと一落ちしてるからね。あれでだいぶロスってる。ただ、戦ってて面白い相手ではあった。G2 のあれもなんとか超えられそうだ。思えば G 級も近づいてきましたね。怖いやら楽しみやら。ということで捕獲してクエストクリア。タイムは14分17秒でした。ギリッギリ合格点ってところかな。とりあえず、今はストーリーを進めよう。まだ筆頭は戻ってないが、手紙だけ届いたそうな。次は恐竜界ビル城の登場だ。当然初戦闘となりますが、いきなり恐竜化とは厳しいですね。ハンマー対ジョーの相性は未知数すぎます。とりあえず行ってみましょうか。超素材はアイテムとしても重要だしね。楽しんでこよう。いたいた。じゃあ乗船やっていこうか。肉質は残高の差はそこまでありません。後ろ足に通りづらいのだけあれですが。弱点で格差がないのは嬉しいところ。通常時は頭、怒り時は腹でいいですね。こいつの腹もためにとホームランならうまく狙えるかも。意外な相性の良さを見せてくれるといいな。いきなり石を研がずにやってみてるよ。うまくスタンに合わせたいなと思ってね。石使って追いかけっこするのはアホですからね。レベル1なので最大限使ってあげたいですよ。ということで通常時は頭を狙うわけですが、ジョーは慣れないと攻撃が出づらいですよね。頭が小さくてよく動くからね。高い位置にあるから武器種によっては届かないし。しかし、ハンマーならためにとホームランで十分狙えるぞ。うまく叩けると気持ちいいんだよな。意外とスタンは取れるので怒り時まで固執しません。今はちゃんと腹を狙います。ジョーさんは倒すだけなら難しくありません。
恐竜化はもちろん、極限すらおとなしいと思います。ぶっちゃけ通常時とほぼ変わらんよね。ゆったりしてるイメージ。とにかく時間的に大丈夫かだけ気になる。極限上って足しか殴れんし。足の打撃肉質が冷遇されてるのが困りますね。斬撃ですら超時間かかるのに。怒り時はタックルにだけ気をつけて、生存重視でいきましょう。ダメ中心じゃついていけなさそうだね。いつも通りチルでいくか。通常時は楽しいな。うまく頭に当たるとかなり爽快。頭の動きをよく観察しましょう。一緒に縦位置を振り下ろすイメージでいます。そろそろスタン入りそうな感じしますが、どんなもんでしょう。起き上がりを狙って。よし、バッチリ。なんて気分がいいんだ。ようやくハンマーの喜びを感じられてる気がします。合計のモンスターはちょこまかしてるやつばっかで。結局過去作のモンスのがやりやすいよね。技が大振りになるほどハンマーにはチャンスだ。ちなみに、ジョーはスタン復帰時のリアクションがない。しれっと通常モーションに移行するぞ。これ、最近の作品である仕様ですね。スタンの強みが減るので戻していただきたい。しかし順調ですね。ハンマーくん輝いてますよ。恐竜化も石2回目で解除完了だ。裏騎乗に遅れを取らないのは素晴らしい。さっきのエリアで切れ味白から落ちてたのもいい傾向。手数が出てるってことだからね。モンスによっては全然切れ味減らないんですよね。殴れてないってことなので良くないです。もちろん、小技ばかり振れってことではないけどね。切れ味管理困らせてくれって感じ。ちょっとずつハンマーに愛着湧いてきたな。手間のかかる子ほど可愛いというが。村中盤あたり問題児すぎて困ってましたが、使い手の力量不足もあったんでしょうね。結局、小型がいない大物が一番やりやすいです。ギルクエにみんな行き着く理由がわかります。ギルクエですら古竜と極限が人気だからな。これが全てだよな。最終的に5針で足を引きずった。思ったより全然早かったぞ。討伐したのでクリアタイム自体は10分超えましたけど、マジでハンマー強かったです。さ、ジョー君は報酬素材が重要。ガキ爪にコマストで集めたいですよ。ザクを先行で貯めてじっくり剥ぎ取り、こういうところにコストをかけていく。おお、早速鍵爪が、素晴らしいぞ。ここでセンサー発動するとかなり苦しかったですが、締まりがいいですね。速攻で爪が2つ集まりました。これでステータス強化できます。戻ったら早速揃えよう。そろそろ筆頭たち戻ってくるかな。さ、ここでムービー入ります。レギオスの大移動ですね。恐竜化の再出現の時点で不穏だったが、いよいよ元凶の登場だな。いつも思うけど、ランサーの舞台よく戻れたよね。全滅する雰囲気だったが。ここで全滅はさすがに打つ展開すぎますね。モンハンってその辺はハードにしすぎてない印象。そんなわけで極限レギオスくん出現です。いよいよ村クエも最終局面。さすがに大老殿で対策会議、ギルドのガッチガチの集まりだな。見つかったばかりの極限討伐を早速依頼される。どうやらピシャル君もここに来るらしい。これハンターいなかったら積んでますよね。本当に主人公って英雄なんですね。大老殿を出ると襲撃ムービーが入ります。モンハンドスであったものにかなり近いですね。天才と生きる街って感じだな。住民も命がけだよね。よし、早速レギオス討伐に出かけよう。その前に準備だけして。鍵爪を使って力と守りの爪を作ります。はじめ調合書なしで調合してて危なかったです。4って爪の調合率 95% だったのか。作品によって 100% だから油断してた。しっかり調合書を入れて調合成功。これで多少ステータスが補強される。さて、それでは極限レギ参りますか。通常個体は相性良かったですが果たして。多分なんだけど、通常個体ほどは楽じゃないね。こいつは恐竜化で肉質がご硬くなるんだが。これによって打撃は足が弱得範囲から外れる。今は発動してないけど、とんでもないことだ。なるほど、ひょっとしたら140適してるかと思いましたが、こりゃダメそうですね。泣き言は言ってられないので、普通に勝っていきます。進撃への依存度が低そうなのはいいですね。肉質はあれでも、殴りやすさは変わらんからね。極限個体はでかいから潜りやすいし。戦法としてはひたすら晴らした盾3でいいだろう。対象を盾にガンガン行こうぜ。チャークでの攻略時は結構苦戦しましたよね。果たしてハンマーではどうなるでしょう。この後のドンドルマ防衛はイベント戦なので、実質、この子は村のラスボスと言えます。オウナーシあたりから敵の強さがやばいよね。今回恐竜化と極限だし。ただ、不思議と辛さは感じないんだよな。相手が強いほどやりがいもあるんだろうか。ちょっとずつ馴染み深いのが出てきてるからでしょうか。小物ばっかやっても仕方ないですし。立ち上がりは割と順調ですね。空中キックやらない個体は良い個体です。あれ連発されるだけで手出しできないからな。これは助かるね。しかし、極限はどんくらいで解除できるんだろうな。ハンマーの解除しやすさは未知数だぜ。
我々、ギルクエではマージで担いでませんからね。マルチの手帯屋で持ったことはありましたけど。おや、解除できましたよ。もしかしなくても早いような。いや、まだ歯を見せてはいけない。両個体なだけかもしれないし。解除さえすればこっちのもんだね。柔らかくなった肉質を狙おう。通常値ならよりこかしやすいはずです。ガンガン攻めていきますよ。このクエ、多分体力はそこそこのはず。2回も解除入れたら片付くと思いますが。ダウンが取れてゲージも青まで落ちた。かつてこんなに攻めれたハンマーがあったか。ハマれば想像以上に相性いいね。今回はかなり気分がいいぞ。G 級考えるといい傾向ですね。将来に不安あると生産性落ちますから。ま、それでも G1 はかなり不安だけどね。なんかのバグで相手が出れることを望む。その後もガン攻めで非常に調子がいいです。進撃が届いてますが、なんと持て余してます。何気にこの瞬間だけ交流石が2個持てるんだ。村時点ではかなり珍しい光景。このクエ、極限中に石届いてた印象あるんだけど、まさか2個目を余らすほどだとはな。まさしくボコしてると言っていい光景。これが 4G ハンマーなんでしょうか。いや、もちろんハンマーも使いようってのはありますが、それにしてもうまくいってます。デギオス披露してるね。なんとここでもハンマーの強みが出ているだと。そのままたまらずエリア移動。この企画で間違いなく一番楽しい狩猟だぞこれ。まさか極限セルレでそれが来るとは、何があるかわからないもんですね。その勢いはエリアにまで衰えませんでした。我々のプレイが調子いいってのもありますが。ちゃんと手数出せばダメージ出るもんなんだな。モンハンの奥深さを再認識したぜ。せっかくだから進撃をしよう。試作品なのに性能最強なのは気にするな。はい、そのまま討伐完了。クリアタイムはなんと5分42秒でした。これは我々的にもかなりびっくりのタイム。驚きすぎて操作が荒ぶってます。これタイム見たときマジでびっくりしたよな。チャークの時10分くらいかかってなかったっけ。ハンマーの勇姿に感動すら覚える。パート8までけなしてばっかで済まなかった。剥ぎ取りせず屈指煽りしてます。はいになってますね。これで村ストーリーはクリアしたも同然。戻って防衛戦に加勢しましょう。そうだね、企画はまだまだ続くからな。感触だけ覚えておこう。戻ると会話もそこそこにすぐイベント戦となります。どうやら筆頭たちは持ちこたえてるようです。相手はサビクシャだし、さぞ苦労してるだろうな。早く行ってあげないとね。戦闘町でのクエストもここで初めてだ。初めて尽くしが一気に押し寄せる。古流戦、馬車狩りに続き2回目ですね。それが急にサビクシャとは。ハンターが到着するとリーダーが絶体絶命。かなり危ないところでしたね。こいつ、1回目の襲撃でよく無事だったな。クシャルの気まぐれで助けられたのかな。このクエでやることは各種兵器を順に使うだけ。筆頭たちが介護してくれるから安心だ。これって一応ダメージがクリア条件なんですかね。完全にノリはチュートリアルです。しかしこの大砲、妙に当てづらいんだよな。クシャルの位置次第でカス当たりしかしないぞ。移動先だと射角がなさすぎて全然当たらん。下向いてんだけどこいつ。どう見ても地上を狙うようですよね。降りるの待つべきだったんでしょうか。やることがないので地上戦してます。普通に G 級個体のモーション使ってきますね。ここでクシャルの練習にはならないね。戦ってるとすぐ兵器の使用を促される。4G から始めた場合は通常の前にサビが来る。上位古竜は意外に戦うの面倒だ。村クエにも上位古竜のクエストはありますが、ハンターランク7以上が条件なんですよね。この後は集会所も進めないといけません。ちょっとずつ裏で作業してます。集会所進めるのも大事なんだよな。特に食材面で解放要素が多い。酒の解放条件は集会所の上位突入だったりします。村だけやってたらダメですね。ほどなくして激流走が使用可能に、この戦闘も終わりに近づいています。マジで適当に兵器使ってるだけで進んでいくわ。ダメージはあんま関係なさそうだ。クシャルはボロボロだがあんまり意味がない。これクエストじゃないからな。破壊報酬とかないんですよね。気持ちお金とかは後でもらえますが。さあ、最後の兵器、巨竜砲が来ました。これを使えばイベント終了です。これって外れることあるのかな。ちょっと見てみたい気もするけど。ま、そんな無粋なことはしないけどね。普通に打ち込んで撃退しよう。これでひとまず村クエストは区切りです。4G の旅はまだまだ続きますが。ここ、方針が真っ赤になる演出好きです。威力の高さを物語っているよう。F の複合属性味を感じるぜ。竜と火が混じってそう。その後はルーキーのチョケムービー入って終了。カットシーンとムービーが連続するよ。なんと都合10分以上操作が効きません。長めのトイレタイムと言えます。このシリーズも村クリアまで来ましたか。まだまだここからではありますけど。なんだかんだ最後は希望が見えてよかったよね。回の中盤あたりが一番不安だったけど。
実は編集の見せ方も今回から少し変えてる。1モンスターをよりじっくり流すようにしてるよ。これまではちょっとテンポが速すぎたなぁと思いまして、相手の角的にも見応え少なかったですしね。ただ、これ以降は一戦一戦にかなり気合が入ります。企画のメインどころなのでしっかりお伝えしますよ。もちろんテンポとかは重視でいくけどね。会話も飛ばし飛ばしなのは変わりない。次回は引き続き上位体をお届けすると思う。次回からは G 級やっていきたいな。いよいよって感じですね。装備以外にも準備できるところはしていきましょう。てなわけで師匠とお別れして村クエクリアです。ひとまずお疲れ様でした。ムービーや会話は前の攻略シリーズで撮ってる。気になる人はそっちを見てくれ。ほいじゃ、次の動画で。またね。